この道玄坂の向こう側で明治の44年かな、劇場を始めて。戦争中はもう歌舞音曲ダメでしょ。17かな、終戦が目黒、不動前、武蔵小山だった。その次が西小山の、そこに花柳会があったわけ。もう芸者になりたくて人間国宝の所さんにお稽古していただいたことあるんですけど、家の中に蔵があるんですね。それで客前に案内するっていう、そういう趣向になってます。金屏風の前で芸者さんが踊ったり。私今と生まれてきても芸者がいいはっきり言って。こんにちは、料亭山頂の高橋です。よろしくお願いします。ここの歴史はね、この料亭自体は戦後の昭和26年にできました。で、昭和26年にできて、だから今年で75年ですか、75年ぐらいの建物が2棟あります。はい、この料亭自体は芸者さんと遊んだり、それから最近は N 響さんのコンサートとかいろいろそういうイベントをやっております。これから外観とですね、外回りをご案内しますのでどうぞ。これがね、道玄坂地蔵といいまして、昔表通りにですね玉電が走ってたんですね。明治の時から明治以降道の拡幅でお地蔵様が転がってたのをうちのおばあさんがお祭りして今日に至ってます。道玄坂地蔵と言います。でこの横の小道にですね3軒入ってます。どうぞ。120、30坪ですね。ですからここから見ると分かりやすいんですけど、池を真ん中にしてこちら側に1棟、それからこちら側に1棟あります。でこれね面白いんですけど、ここにお風呂があったんです。だから昔はここでお風呂から池が見えるっていう、そういう趣向がありました。でここにねマンションが建ってますけど、これは昔いわゆる産業地というんですけど、産業地の鍵盤っていうのがありまして、お稽古場、それから事務所、それがあったのが今マンションになってます。でここがたまたま残りまして、バーとステーキ屋さんが今残ってうちが貸してます。じゃあ中の方ご案内します。どうぞ。ここ玄関ですね。はい、どうぞ。こういうふうにね、段差とねクランクっていうんですか、これが特徴ですね。これが不思議なんですけど、家の中に蔵があるんですね。これは衣装です。昔は私も住んでましたし、女中さん、今でいう中井さんね、それから私の父母、みんな一緒に住んで仕事してたってことです。どうぞ。でこれがさっき来たところですけれども、祖母が建てたんですが、祖母がこの橋が好きで橋を渡って、それで客前に案内するっていう、そういう趣向になってます。うちのおじいさんのところにお嫁に来て、そこで劇場を始めた。この道玄坂の向こう側で明治の44年かな、劇場を始めて、その劇場の流れで山頂料理屋、それができて、だから山頂料理屋っていう名前でいくともう100年以上、ここができて75年ぐらい、そういうあれです。はい、どうぞ。じゃあこの上が大広間になります。ここが先ほどお話ししました大広間で、ここでいつもイベントやってます。実は今日も夜宴会あるんですが、金屏風がありますけれども、金屏風の前で芸者さんが踊ったり、ちなみにこの額はこのスズメの額ですとか、それからちょっとご覧いただきたいのが正面のね額なんですが、酒100台って書いてありますね。酒のいろんな崩し字100個いろんな形で書いてある、こういう額ですとか、日本までなんかやる時の屏風っていうのは必ず定番ですね。はい、ホテルでもよく金屏風でねやったり、それとねもう一つ特徴的なのはこの天井なんですけど、豪天井っつってプロの演奏家が来て、ここがすごく響きがいいっていうのが天井、それから襖、それからこの障子、これが非常に音楽にいい音を出すっていうふうに言われてます。2階に案内いたします。
こは個室がたくさんありまして、まずちょっと下を見ていただきたいんですが、これは外の道という設定ですね。でこちらに来る時も扉が2つありまして、これが外側の扉、それからこれが内側の扉ですね。でこれを開けて、中に入っていくという感じですね。それとこちらの方にまた橋があるんですね。こちらに橋があって、ここが入り口で、別の部屋に行く入り口になっていると、そういう風になってます。ちなみにここ70年経つんですけど、ここの壁は創建当時の壁そのままです。奥はね、これテナントさんで、そこ一番いい部屋なんですけど、今バーが入ってます。じゃあこちらのお部屋にご案内しますね。どうぞ。こちらのお部屋はですね、今4人の席がありますけども、ここは小さい食事の会とか芸者さん呼んで商演会ですね、やる部屋です。でこの特徴はですね、ここも天井を見てほしいんですね。これは船底天井っていうんだと思いますけれども、ここら辺が特徴です。それと柱、これが凝ってるんですね。それとですね、窓ですね、これはミノカサの窓なんですね。ここら辺が特徴です。それではですね、この後ね、ここで芸者さんが3人来られますんで、ここでお話しされるそうなんで、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。渋谷丸山町の久小屋小糸と申します。桐屋の鈴子と申します。同じく桐屋の三好と申します。よろしくお願いいたします。お姉さんはもう私がここに来た時からいらしておりました。で、私は桐屋という置屋で芸者をして、で看板をもらって2人になってしまいまして、小糸お姉さんとね。それでいろんな募集をして三好さんが入門してくれて、で今うちの子で三好さんっていう名前でやっております。お三味線の地方のお姉さんなので、地方のお姉さんがいないと踊り子は踊りがないし、だからお姉さんのお三味線で踊らせてもらう、鳴り物をやらせてもらうとか、そういうお姉さんいっぱいもう曲を持ってらして、それで春夏春冬の踊りを踊らせてもらっているという中でございます。はい。宴会でお呼ばれする大抵3人一緒なんですよね。でお座敷つけるとある程度までお客様がお酒召し上がってちょっといい気分だなってなった頃に踊りを踊る。その時お三味線を弾いて、私たち2人が踊るという役割でございます。大事な先輩だし、うちの置屋に入ってくれた子だし、だからみんなね、いろいろ足らないところを補いながらやってるような関係でございます。はい。昭和4年3月25日です。だから97歳じゃない。6だまだ。6だ。はい。今年の3月で7。7つのお祝い。目黒の生まれなんですよ。目黒っていうとこは目黒、不動前、武蔵小山って、その次が西小山の。で武蔵小山と西小山のちょうど真ん中なの、私の実家が。でそのね、西小山っていうところからそこに花柳会があったわけ。近くに花柳会があったから、よくねお稽古なんか行くと芸者師に会うでしょ。綺麗だし芸者っていいなって思ったのがきっかけです。もう芸者になりたくていっぱいでしたよ。もうちょうど川がちょうど真ん中流れててね、うちはね父親がね家具屋の職人なの。でもねやっぱり父親の影響もあるわね。花柳会大好きな人だったから、そんな関係で芸者になるって言ったらお父っつぁんがニヤニヤと笑いました最初に芸者になったのは五反田なの。五反田にも花柳会がありました。それでね五反田もね道がねほんと広くなっちゃったの。花柳会ってねやっぱり道が広いとダメなんですってね。やっぱりこうちょっと細身の路地のところの方が花柳会はいいらしいのね。そんなようなわけで道が広くなっちゃったんで、その花柳会も料亭さんもなくなっちゃったし、それでうちの父親の関係で渋谷へお世話になったわけ。もう昔はもう豊島のお姉さんから中堅の方から若い方から大勢いましたよ。私は6つの6月の6日お稽古事を始めるのにはいい年なんですって。頭空っぽだから子供はね。でそれからお稽古してずっとお稽古してたんですけど、戦争になって戦争中はもう歌舞音曲ダメでしょ。それでね17かな終戦が。それからずっとうちに
いましたね。人間国宝の所さんにお稽古していただいたことあるんですけど、そのねお亡くなりになっちゃったんで、もうどこもお稽古行きたくないのも。だからもうね、私も年ですからね、何年先どうなるか分かんないから、まあ自分でできるだけのお稽古はしてますけども、うちで三味線弾いたことないね。怠け者。清本栄三郎、栄えるに三郎。女の人はね、何うまくてもね、男の人さんには並べられない。どんなにうまくても男の人にはかなわない。やっぱり体型上もあるんじゃない？ね、男の人っていうのは力があるでしょ。それでね、何とも言えない、そのね、お稽古した人には分かると思うけど、ちょっと口じゃ言えない。神様のやることだからそういうわけよ。何でもお稽古ごとする時はもうね、お師匠さんでも先生でもいいから、ああこの方はもう神様と思いながらお勉強すればいいのよ。そうすれば字で書けなくたって何しろ頭の中みんな入るからね、体で覚えなきゃ。師匠はもう本当神様、師匠があっての今があるということですからね。師匠がなきゃ何にもできない。鍵盤っていうところがあって、そこで試験があったのね。昔は試験のあるとことないとことあるわけ。ここには試験がありましたけど、試験って言ったって体裁だけ。芸者になりたいっていう人があればどうぞっていう時代ですからね、そんなもう小難しいことじゃないの。その代わり自分が大変ね、お稽古事や何かやるのにね、その覚悟がないと芸者はできないと思いますよ。もう行儀作法から全部だから、世の中の礼儀作法を教えてくれるのが置屋さんなの。それがない置屋さんはダメ。私お三味線は大好きだから、生きてる限りはね、お呼びが来るまでは大して努力出してませんけど好きなんですよね。私また生まれてきても芸者がいいはっきり言って。その当時はない日ない。毎日1時2時までお座敷がありました。忙しくて。お国のお偉いさん方がよくご存知だと思いますけど、私たちの言うことではないと思う。これはもう世の中の自然の仕組みでそうなってくるんじゃないんですか。別に何にも感じない。ただ私はお座敷呼ばれれば伺いますっていうだけのこと。お仕事ですからね。18から始めて45、6年になりますから、ここにおばさんが芸者さんやってたんで、遊びに来た時に、芸者やってるって知ってお手伝いするようになってから、それからずっとでございます。だからここしか知らないんですけれども、芸者、仕事も芸者家業が初めてで、やってみたいと思わなかった初め。なりたくて入った人じゃなくて、たまたま手伝わされたような感じで、かとい別に行くとこってね、田舎に帰るのもあれだし、やるからにはお稽古しなきゃいけないっていうことが分かりまして、それから何軒かお稽古通って、踊り子歌三味線鳴り物毎日行ってましたね。若手がもういなくなってましたからね、だんだん。ここでお名前もらって、鈴子って名前もらってますしね。はい。桐屋の鈴子さんっていう名前があって、それをもらったんですけどね。はい。桐屋っていう置屋の娘さんが鈴子さんっていう。でそこから何鈴って分けてたみたいで、何桐屋とか。でも2軒ぐらいしかないからね、もう1軒ぐらいしかないので、活動って言ってもね、少ないですね、本当に。昔は40軒ぐらいだったのかな、来た時は料亭さんが。料亭さんの中にもお部屋がいっぱいあったし、ですから数も少なくなってましたからね、私の時は。結構忙しかったんですけど、今は2軒しかないんで。おでんかっぽひでさんってね、そこはもう日本家屋で、前のお母さんがやっぱり芸者さん好きだったんでね、よく呼んでもらってたりした。その縁で今の息子さんも芸者さん入れて宴会してくださいっていうことでみんな入ってます。はい。鍵盤があった当時は土地土地に鍵盤があって、そこに所属してないと働けないんですね。だけど鍵盤が先になくなっちゃったんで、だけど残ってるこのメンバーで料亭さんと直にお願いできると、それは大丈夫なんです。基礎的な踊りでもちょっとあるんですね。10分か20分ぐらいの基礎がみんな入ってるの。
それを週に 2,3 回は踊って体を覚えさせて忘れないようにということぐらいですかね。ある程度お稽古がこれが一つ終わったら、踊りでも何でも次新しいものまたしましょうということでどんどん出し物が増えていくんですけど、はい、だからキリがないんですね。ここでっていうのは全くない。私が入ったのはですね、だいぶ遅くて、大学を卒業してから入ったので23の時に入りまして、18年ぐらい経ちます。本当に興味本位だけで、ノックした感じです。私が来た時に料亭さんまだ閉まってまして、渋谷のその深センのあたりをフラフラしてる時に花柳さんって踊りの稽古場があったんですけど、ちょっとそこにお伺いして、鈴子姉さんを紹介していただいた形になります。大学で文学部で、英米文学、向こうの方の文学ばっかりをしていて、やっぱりちょっと自国のことに興味を持ち始めて、仕事も一回勤めたんですけど、なんかちょっと面白くなくて、なんか自分のしたかったことは何だったんだろうってもう一回考えた時に、そういえばちっちゃい頃にちょっと日本舞踊やりたかったなっていうのを思い出して、ちょっとやってみようかなっていうぐらいの軽いノリで入ってきましたお昼間は、いろんなそれぞれのお稽古が入ってまして、お姉さんにお三味線を教えていただいたり、お姉さんに踊りを教えてもいただいたりとか、あとは鳴り物お嬢さんのとこに行ったりとか、深センの花柳の稽古場に行ったりとかで、お昼間はほとんどそういう稽古で時間が潰れてまして、で4時ぐらいからそのお座敷の支度を始めるっていうルーティンですね。いつも歌舞伎を見に行ったりとか、それこそ落語を見に行ったりとか、よくその何ですかね、歌の内容に出てくるものの場所に行ったりとか調べたり、そういうことは多分個人でやってらっしゃると思いますね。踊りの内容でよく歌舞伎の演目が入ってるのを使ったりとか、通じてるものがすごいたくさんありまして、それをなんか勉強しに歌舞伎を見に行くっていう感じですかね。またお客さんとの会話の中でも歌舞伎の話とか出てくるので、やっぱり自分が知ってないとちょっと話についていけないっていうのもあります。はい、そっちの方が時間が長いので、接客が多分一番大事かもしれないですね。はい、これが大好きでっていう感じではなくて、これが必要だからやってみようみたいな感じなんですけど、はい、でもやり始めたら、楽しくなってきたっていう感じですかね。今ですね、踊りももちろんやってるんですけれども、地方さんお三味線も人数が少ないので、お三味線も小糸姉さんから、お稽古つけてもらってます。私が今一番下なので、やっぱり私の次に、来てくれる子に続けていってもらいたいなと思ってるので、一緒にやってくださる方が見つかればなと思ってます。賑やかになると嬉しいです。はい。今日は、山頂の中を見ていただき、また丸山の芸者さんたちを、インタビュー聞いていただきまして、どうもありがとうございました。最後に残った1軒の料亭と3人まだ丸山で芸者さん残っておりますので、これからもですね、ホームページを見ていただきますとこちら予約できますので、そちらから予約してどうぞお越しください。今日はありがとうございました。